音楽が好きでみんな笑顔でやりたいなと思って、楽しい顔見たいから。さっぱりしてて懐かしいというか。昔ながらのラーメン。さあできましたよ。このお店のコンセプトというか、そういうのね、昔は普通の中華屋だったんだけど、まあ子供を育て上げて好きなことやりたいなっつって主人と相談して、最初は夜の部だけ私の時間だったのね。9時までお店やってて、それ以降は12時まで私の時間もらって、はい、ブルースありますって。で、なんて音楽流しながらお酒を飲むっていうスタイルでおつまみを作ったり、それがね主人がもう15年前に亡くなって、でこんな形になりました。でミュージシャンの友達はもう高校時代からいっぱいいるんで。あ、そうなんですね。うん、じゃあうちでライブやっちゃえばっていう感じで。ライブはどのくらいの頻度でやられてるんですか？1ヶ月ね10本前後。あ、じゃあ結構3日に1回ぐらいはやってますね。多い時はそんくらい、少なくてもまあそんくらいあるねまあ7、8回はあります、少なくても。そうなんですね。ラーメン屋じゃないみたいでさそうですね。これは主人のための仏様のご飯です。おにぎりをしてます。ご主人も音楽やってらっしゃったんですか？全然。なんで3番かっつって、野球が好きだったから主人が長嶋さんのファンで3番にしました。このお店はじゃあいつオープンされたんですか？42年前。じゃあやっぱりすごい歴史のあるお店ですね。歴史があるのかどうかわかんないけどもう一つはね、お友達の仲良かったお友達のじゃあ音楽は学生の頃から？中学校の頃からロックやブルース好きだったからで聞いたり、あと高校時代になったら楽器触りたくなってやったりとか、何をやってるかって太鼓叩いたりいろいろしてたんだけど、下手な横好きでねもう最近ずっとウォッシュボードをやってるから、洗濯板っつってジャグバンドの一種でゴシゴシこすってリズムを取るやつ。昔はほら貧しいいろんな人でアメリカの、はい、そんなんで手元にあるのを音を鳴らしてやったのが始まりっていう説もあるしね。だからもう簡単にすれば全部カホンになってるんですよ。カホンっていうのは打楽器で。ライブは自分で音楽をやりたい方がいらっしゃってやるう感じですか？ちプロあ、プロの方を呼んでるんですか？来
てるというか、ああそうなんですね、そこにカレンダーがあるんだ。はい。それでライブスケジュール、中華屋としてはなんだろう、チャーハンとかよう出て町中華でよく取り上げられてます。一番人気はやっぱチャーハンですか？そうですね。あとね、横浜に近いからサンマーメンとかも人気あるけど、あと味噌ラーメン、 NPO 法人の障害者の支援の山岳家具屋というところがあって、そこで、海の水を取って塩を作って、大豆は育ってるところがあって、その大豆を育ってるのを買ってきて、そこから味噌を作ってる団体さんがあるのね。その味噌を使って味噌ラーメンを作ってる。あと地場野菜ね、例えば人参とか、まあニンニクは近所の友達のケンちゃんがっていう感じでなるほ作ったりとか、どなるほど。それを材料を元手にして味噌ラーメンのタレを作ってます。それが結構人気ですね。だから寒い時なんかもう最高です。確かにそうですね、うんもう一人で切り盛りされてるわけですよね。そう、主人亡くなってもう15年は一人でやってます。結構そのお客さん来た時大変じゃないですか？その一気にいろんな料理作って。お客さんがみんな素敵な方で食器を下げてくださったり、ちょっと待っててねって待っててくださったり、みんなに助けてもらってます。餃子の皮とかラー油とかチャーシューもメンマも全部手作りで。営業開始前に仕込んでって感じなんですか？夜中ねライブが終わった後とか結構明け方になっちゃうけど、ひどい時はその定休日を利用して仕込んだりとか買い出しとか全部やってて。定休日もまあこのお店のことやってたら終わっちゃう感じですよね。そうですね。だから時々ずる休みしてキャンプ行ってますその手作りなのはもうずっとなんですか？そう、主人がもう始めちゃったから仕方なくやってるのと、あと自分でやってるのもあるけどね、何が入ってるか分かるじゃない？安全性とかいろんなもので。ラー油もごま油と唐辛子と山椒を少し入れてって感じで作ってるから、自分で目に見える材料でできるのが一番好ましいのかなと思って。でもね、餃子の皮の仕込みとか一番嫌いなの。あ、そうなんですか？腹立つのなんでこんなコネコネして伸ばしてんのって感じで。そうか、皮も仕込んでるのか。そう、包むだけじゃなくてその元々の皮も。そう、皮も粉から練ってやってるから。それ結構時間かかりませんか？かかんの、もう泣いちゃうチャーシューもなんか最近すごいよく出るから、本当に週に3回ぐらい仕込んだりとか。チャーシューは、ラーメンのトッピングとして出るんですか？それともおつまみとかそういう。おつまみ両方。前はねちょっとずつやったんだけど、最近は5、6本いっぺんに仕込んでやってんだけど、それでも週3回ぐらい。週に15本とか20本とかそのくらい。軽く出ちゃう。でもお肉高いから儲かんないのよ。確かにそうですよね。最近儲かんないね。お米も高いしねそうですよね。原材料費多分全部上がってますよね。上がってますよ。もう卵一つにしろ倍以上でしょ。値段は上げてないんですか？その売り値というか。ちょっとだけ上げたんだけど、去年一昨年かの10月頃、それから上げてないんだけど。今普通のラーメンとおいくらですか？700円です。でも700円は安いですよね。安いかな。安いと思います。高いと思うんだけど、でも材料がね考える、麺も上がってるし、げんこつ鶏ガラと野菜、にんにく、生姜とかいろんなの入ってるけど、なるべく沸騰させないで取ってるからシンプルなのも好きでラーメンもなんていうの、細麺を作ってもらって、で普通の東京風のラーメン、昔で言うね、品そばっていうやつ、シンプルな醤油ラーメンって感じですか？そうでトッピングはチャーシュー、ナルト、それからメンマ、わかめ。ラーメン、はい、お作りします。すぐ焼くように水は低めで逆さ切りしてるしお決まりでしたらどうぞ。はい、お作りします。
になってるから目分量。昔はレンゲ何倍とか測ってやってたんで高くやったんだけど、もう本当に何十年だから覚えちゃうんですよね。違うこと覚えたよ。美味しいです。近いんで、そうですね。ちょいちょい来させてもらってます。今日は寒いんで麻婆ラーメンにしました。一番なんかお好きなメニューとかそういうのございますか？好きなメニューはそうですね、チャーハンがやっぱ美味しいですね。もうやっぱラーメンが昔ながらのラーメンで美味しいです。普通のラーメンですね。これはすごい結構さっぱりしてて懐かしいというか、昔ちっちゃい頃食べたようなラーメンというか、なんか、はい、いろいろ固まっちゃって寒いから。
ひどぞ。平打ち太麺をね使ったり、ラーメンの種類によって麺は違うんですか？そう、タンメンと味噌ラーメンは平打ちの太麺で。卵麺だから綺麗でしょ。オーダーして作ってもらってんの。さあできましたよ。出します。寒いから頑張ってください。昼いっぱい来そうだなと思うと、もう目いっぱい3升ぐらい炊くの。なんかどういう時に来そうだなと思うんですか？時々外れるけどさ、売り切れちゃって一人でやってるから研ぐ暇ないじゃない、はい、でランチは一発勝負で、今日は来そうだなって、お天気いいし人が歩ってんなと思うと3升炊いたりとか。今仕込んでるのは夜のつまみセットを作ってます。マカロニの中華じゃないんだよ、ペペロンチーノ、ルッコラを使って。ルッコラも地元の農業やってる子からいただいて、ソテーっていうかちょっと軽く揚げてソテーしたサルサソースかけを作るんで、切ってちょっと味をつけておいてなじましとく。やっぱ夜の分もこの、昼の間から用意しないと間に合わないですか？そうですね、買い出し行ったりいろいろやらなきゃいけないから、それは味をなじましておくんで。サルサソースはさっき仕込んじゃってね。これはブラジルの人に教えてもらったやつ。肉なんか焼いた時にかけたり、それもなじましておかないと味が落ち着かないんで。ほんのちょっとアレンジしてるけどね、柚子胡椒とかレモン胡椒作ってんで、それをちょっと入れるんです。もうちょいだな。これね、残り少ないけど1枚あげるよ。ありがとうございますステッカーですか？ステッカー、UV 加工、防水加工、これも3回作ったんだけど本当に売り切れちゃって、こんな私が描いたデザインなんです。自分でグッズも作ってて、ナルトバッグとかこう手ぬぐいなんかもあったんだけど、このさっきのステッカーのデザインの手ぬぐいがビューと鳳凰が自分で描いたやつなんです。サックス持ってたり、エレキを持ってたりしてるでしょ。めちゃくちゃうまいですね。うまくない、筆ペンでチャラっと描いたのそれをねデザインして作ったりとかしてて、あと去年で終わったんだけど、ライブイベントをね街全体で起こしてるのを隊長やってました。城南大でしょっていうイベントを
11回にわたってやって、それを全部町おこしとチャリティーでミュージシャンも100人以上呼んで、客席の方の天井にそのポスターがずらっと貼ってあります。どのお店ももう満席、もう売り上げも最高とか言ってくれて、でビールもうちも4ケースは軽くなくなったかな、ビールだけで。そういうチャリティーライブとかだったらやっぱその遠方のお客さんとかもいらっしゃる感じですか？北海道から九州から来て、そうミュージシャンだけでも北海道から来るし、九州からも来るし、地元のミュージシャンじゃないから本当にやりたいっつって出ていただいて、本当手弁当、ほとんど手弁当。チャリティーで最後どこに寄付するんでしたっけ？いろんなとこにもこだわらないで、最初始まったのが東日本大震災の翌年にやったんだけど、本当に陸前高田の方に寄付して、次が南相馬、あと台風被害とかあった九州とかいろんなとこに寄付してる。でスタッフも頑張ってくれてね、スタッフも総勢40、50人ぐらいいるんだけど、中心スタッフはもう15人程度なんだけど、もうミーティングいっぱい重ねてどこに送ろうかって、みんな本当に手弁当で集まってくれて、そのなんて言うんでしょう、チャリティーもしかり、こちらの営業もしかり、その活力の源っていうのはシンプルにアホだアホですいや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 、もう人ったらしなんですよ。音楽が好きで、なんかみんな笑顔でなんかチャリティーをやりたいなと思って、笑顔の中でチャリティーが生まれるのって最高じゃない。涙なしで、でなんていうの、ぎゅうぎゅうなしで、もう楽しい、それでもう寄付するわって感じで、そういうのが理想だなと思ってやったら十何年も続いちゃったその人のためというか何かのためにやってらっしゃるのはすごいですね。自分のためかもねそうなんですか？だって悲しそうな顔見たくないじゃん、自分のため。楽しい顔見たいから。ライブの時はこんなメニュー、お得でしょ。ドリンク2杯とこのペペロンほんのちょっとのおつまみがちょっとついてて、チキンで1300円ですか？うん、これはライブの時はだいたい毎回このセットなんですか？そう、ここだけ変えて、もうこのセット。これもレモン胡椒とか柚子胡椒なんかも梅干しも全部手作りで。これは普通の通常メニューですか？通常メニュー。常連さんがもうメニューに載せてって言うから、だんだんこっちになっちゃったの。辛いチャーハンも気になります。辛いチャーハンはね、手作りのラー油と豆板醤で味付けしてある。オーソドックなチャーハンを若干薄めにして、塩味を豆板醤で。梅干しもそう、塩味あるからレモン胡椒とか柚子胡椒もちょっと控えてやってる。常連さんの中の一番人気は？今のところ柚子胡椒チャーハンが一番人気かな。そうなんですね。おつまみにもなるらしくて、柚子胡椒も手作りだから、柚子100個以上をさ、もう皮を剥いて唐辛子で塩でウィーンってやって、レモンも国産のレモンのノーワックスのやつの皮を剥いて、皮を使うから。で中身は柚子の場合はポン酢作ったり、レモンの場合はレモン塩作ったり。
れちゃうの。